藤間でございます。今回は仮想通貨アバランチで億り人を目指そうという話をしていきたいなと思います。このチャンネルでは仮想通貨や株について毎日配信してますので、投資に興味がある人やお金持ちになりたい人はぜひチャンネル登録をしてみてください。はい、じゃあね、アバランチっていうのはどういう仮想通貨かっていう話をして、2番目に、アバランチがね、取引できる、仮想通貨取引所を紹介して、3番目にね、僕の長期的な、チャート分析みたいなのを加えていきたいなと思います。まずね、アバランチについて、すごい分かりやすく言うと、DeFi のコインでもあるし NFT のコインでもあるっていう感じですね。プロジェクトとかがすごく良くて、あとそのアバランチ自体のスペックがね、めちゃくちゃ優秀なんですよ。それはちょっと後で言うんですけども、一つは、スケーリング問題っていうのがあってね、スケーリングっていうのは取引量が上がってくると、ガス代が上がるっていうところなんですけど、イーサリアムとかがね、すごいガス代が高いじゃないですか。あれはディファイでね、イーサリアムが使われているので、とてもガス代が高くなってしまって、1取引に2000円とか3000円とか平気でかかってしまうんですけど、アバランチは、そこをね、ちょっと克服してるんですよね。取引量でいうとビットコインが1秒間に7取引、イーサリアムが15取引なんですけど、アバランチはなんと1秒間に4500取引できるということで、もう全然桁違いに性能が高いんですよね。そこがアバランチの特徴です。でもう一つは、DeFi の銘柄でもあるってこと。アバランチのエコシステムを使って多くの DeFi のプロジェクトが、プラットフォームを、形成してるんですよね。有名なところで言うと e マネーとか、チェーンリンクのプロジェクトとか、チャート EX とか、そういういろんな DeFi のプロジェクトがこのアバランチを使っているということです。だからその DeFi の市場の拡大にこのアバランチはかなり役に立っているっていうことですね。もう一つはアバランチでは専用ウォレットを使って誰でも NFT の発行が可能になるということです。専用のウォレットみたいなのがあってね、それで、NFT を発行すると別のウォレットに送ったり NFT のマーケットプレイスに送ったりすることが可能ということです。あとはね、3つは分散性があるってこと。分散型ネットワークの基盤であるスケーリングセキュリティスピードの全てをね、兼ね備えていると。例えば複数のバリデータで、処理結果が異なると、正確性に欠けるんだけど、アバランチでは分散して役割がある何百万ものデリバーターが存在するから、一つの取引を何度も別のデリバーターが繰り返し確認して正しいと十分に判断できるまで実行できるというところがあって、その分散することによって処理の正確性を担保しているというところですね。でもう一つは、イーサリアムと互換性があるところですね。イーサリアムの EVM と配下にあるツールを全てサポートして互換性があるので、EVM っていうのはイーサリアムバーチャルマシンっていうんですけど、コンピューターへ指示を出すイーサリアムの機能ですね。でそれに、基づくツールであれば全てね互換性があるということで、例えば DeFi のプロトコルとか、そういうものがアバランチ上で使えると。例えばユニスワップとかコンパウンドとかね、そういうものがあるんですけど、そういうものと一通りその互換性があるので、ブリッジ機能って言ってイーサリアムからアバランチに移動することができるというのが、アバランチの、機能です。すごい結論をまとめて言うと、超優秀な DeFi のコインと、イーサリアム進化版みたいな感じ、ということで、もともとね、ちょっと1年ぐらい前まで草コインで全然ね、みんな知らないコインだったんですけど、2021年に爆上げしたっていう感じですね。で、そのアバランチが、価格がね、ものすごいことになってて、バイナンスに上場してから特に強かったんですね。今135ドル、1万5000円ぐらいなんですけど、1年前まではね、全然1桁ドルとかだったと思うんですよね。ちょっとね、チャート見せますが、こんな感じなんですよね、冷やしていくとね。バイナンスに上場してからは、もっと前、この辺かな。そう、バイナンス上場してから強いんですよ、本当に。
1年ぐらい前だともっと前。この辺ですね。この辺ずっとヨコヨコしてたんですけど、あとコインベースだったかな。他の取引所でもどんどん上場してて、この辺3ドルとかね、2ドルとかつけてます。で、今135とかなんで、30倍とかね、それぐらいにはなったっていう感じですね。もっと低かったかな。3ドルぐらいがそこですね。2ドルぐらいがそこ。バイナンスで言うとね。なので、1年で、3、40倍ぐらいかな。40倍ぐらいっていうかな。になってるって感じね。で、今こんな感じで高値やってます。で、チャート分析する前に、バイナンスでもトレードできるんですけど、僕はね、バイビットでトレードした方がいいかなと思ってます。一つは手数料が安いっていうことと、もう一つは、バイナンスだと現物取引だけなんですけど、バイビットだと現物取引もレバレッジ取引もできますので、例えばね、レバレッジ3倍ぐらいかけて長期ロングするとかっていうのもできるんで、バイビットでトレードした方がいいかなと思ってます。僕もアバランチ結構持ってるんですけど、バイビットの方でトレードしてます。じゃあ3番目に、チャート分析していきますが、これ撮ってる11月の、22日なんですけど、絶賛爆上げ中で毎日最高値更新してるんですよね。で、結構爆上げているので、このまま上げそうにも見えるんですけど、でもちょっとそれにしてはちょっと上げすぎなんで、一旦ちょっとね、調整が来たところをおしめ買いした方が無難かなとは思ってます。ただ僕はもうこの辺で高値掴みしてます。もう、含み損を抱える前提で高値掴みするのであれば、別にいつ買ってもいいと思いますね。ファンダがいいので。ただちょっと移動平均線とかなり距離がありますので、一旦この辺でちょっと、利益確定の売りが入って、だらだら下げて、上昇トレンドラインタッチぐらいまではね、ありそうな気がします。それから移動平均線タッチ。50日移動平均線が、この水色のね、線があると思うんですけど、この辺でもタッチしてるし、この後もタッチして、しっかりそこ固めてから上がってきているので、もう一回そこをタッチするとこまで待つとかね、そんな感じでしていって、長期保有するのがいいかなと思います。で、長期保有したら、今の仮想通貨バブル、アルトコインのバブル弾けるのは2022年の初めぐらいなんじゃないかなと思ってるんですけど、それぐらいまでガチをしたら、今から数倍とかはね、取れるかもしれませんので、バイビットでね、トレードしてみたらいいかなと思います。はい、というわけでね、今回は、仮想通貨アバランチで送り人を目指そうという話をしてきました。今日の動画が役に立ったって方はぜひチャンネル登録と動画のグッドボタンをお願いします。最後までご視聴ありがとうございました。藤村でした。また明日。仮想通貨投資をやるなら動画の説明欄にあるバイビットも必ず使った方がいい取引所になりました。もともと世界第2のデリバティブ取引所として FX がメインだったんですけど、最近は40種類以上の仮想通貨の現物取引もできるようになりました。将来的にはね、バイナンスと肩を並べるような総合的な世界トップクラスの取引所になるらしいです。入金方法は、他の日本の取引所から仮想通貨で送るっていう方法ができるんですけど、もう一つは、KYC 認証、本人確認をすればクレジットカードで仮想通貨を購入できるというシステムを導入しているので、日本の皆さんもとても使いやすい取引所になっています。しかも、バイナンスよりね、手数料が全体的に安いので、僕は結構バイビットをメインとして使っています。ぜひ動画の説明欄から登録してみてください。動画を最後までご覧いただきましてありがとうございます。藤マナの YouTube メンバーシップでは月990円で週に1回の投資に関するコラムを投稿しております。そして、月に1回僕に質問ができる質疑応答動画も投稿してますので、ぜひ入ってみてください。そして Twitter や Instagram の方でも投資に関する話や僕のプライベートなども投稿してますので、Twitter と Instagram ぜひフォローをお願いします。最後までご視聴ありがとうございました。藤マナでした。